僕はゲーミングマウスを大量に買っていますが、クリック遅延やセンサーの性能で選ぶと、なかなか形状に満足できず、逆に形状で選ぶと性能が気になっていたので、以前から好きな形状のマウスを 8000Hz に改造するというのをやりたいと考えていました。そこでとりあえず同じメーカーの Viper 8K と Viper Mini を使って Viper Mini の 8K 版を作ってみました。3時間ほど試行錯誤したところで、ラフな改造なんですが、ホイール、サイドボタンを含む全ての機能が動作する Viper Mini の 8K が作れたので、今回はどのような加工をしたのか説明していきます。まずは Viper 8K と Viper Mini を分解してみました。PCB に開いている固定用のネジ穴が同じ位置にあるので、簡単に乗せ替えられると思ったんですが、Viper 8K の方がメインボタンのスイッチの位置が少し高く、PCB を少し下に配置しなければいけないことがわかります。また PCB の全長が Viper 8K の方が長く、Viper Mini のシェルに収めるにはシェルを加工する必要がありました。まず最初に行ったのはサイドボタンの取り付けです。Viper 8K のサイドボタンは左右についていますが、Viper Mini は右手用のみなので、8K のスイッチパーツを切断して Viper Mini のシェルに固定しました。幸いスイッチの間隔は同じなので、固定する位置を調整するだけです。そしてケーブルも加工します。邪魔なシリコンを切断しておきます。内部のスペースに余裕がないのでトップシェルも削っておきます。Viper Mini のホイールエンコーダーは PCB に固定されているので、Viper 8K のホイールエンコーダーを使います。しかしホイールの直径が Viper 8K のものだと大きく、シェルに収めるのが大変なので、Viper Mini のホイールを使います。ホイール周りのパーツのサイズが微妙に違うので、軸を削って固定できるようにする必要がありました。ホイールエンコーダーに挿す方は逆に小さいのでホットボンドで固定しました。トップシェルにホイール、ケーブルを中に収めていきます。メインボタンとホイールが機能する位置で、ホイールパーツと PCB をトップシェルに固定します。この時、ボトムシェルが閉まるかどうかも確認します。閉まらなかったり、クリックスイッチに干渉してクリックが効かなくなる部分がある場合は、そこをカットします。センサーがマウスパッドから遠くなってしまったので、リフトオブディスタンスをソフトウェアで変更しておきました。というわけで、ホットボンドでパーツを固定するラフなアーキテクチャですが、無事完成させることができました。ここ数日実際にゲームでも使っていますが、しっかり機能しています。しかし、できればホットボンドは使わず完成させたいので、3D プリンターを購入してボトムシェルを設計したいと思います。最終的なゴールは 3D プリントデータを配布して手軽に改造できるようにすることと、ゾイの ZA13B の 8000Hz の改造です。ご視聴いただきありがとうございました。興味があればチャンネル登録や Twitter、Twitch のフォローをしてチェックしてください。いおりでした。